2011年2月にイタリアで発覚した前代未聞の殺人事件。被害者はピッコラ・ヤーラ、身体総会のホープと称されたわずか13歳の女性でした。被害者の知名度と犯行の残忍さから、この事件はイタリア中の注目を集めることになったんです。警察は多大なるプレッシャーの中、事件解決に絶大なる自信を持っていたんです。それは殺害されたヤーラの衣服に血痕が付着していたからなんです。これにより警察の捜査は DNA 鑑定を主軸に進めることとなりました。その対象は1万8000人以上。しかしその結果は衝撃的なものになるんです。なぜなら結果が現実的にありえないものだったからなんです。警察はジュゼッペ・グエリノーニという男性を犯人と考えたんです。これは DNA が限りなく一致したからなんです。しかし彼による犯行は絶対に不可能でした。なぜならジュゼッペはこの事件の10年以上前に亡くなっていたからなんです。若干13歳の少女の命が奪われたこの事件。しかしその犯人は絶対にありえない人物。一体この事件の裏には何があったのでしょうか。その真相を解明したのはイタリアきってのある名探偵だったんです。はいどうも、原宿の IKEA の中にあるなんかオムライスのお店気になってるケンちゃんです。どうも、やみやみかです。このね少女殺害事件なんですけど、このね事件発生より前に犯人が亡くなってるってもう意味わかんないですよ。どういうからくりがあるのか気になるわね、これね。ではこの事件の初期捜査の内容から見ていきましょう。 DNA 鑑定のミスリード。遡ること約9年前の2011年2月、イタリア・ミラノの隣に位置するベルガモ。このベルガモにあるブレンバーテという小さな田舎町で今回の事件は起こりました。殺害されたヤーラの衣服には血痕が付着していたんです。そこでその血液から DNA を採取して犯人を探すという捜査に踏み切ります。これは捜索の王道の勝ちパターンですよね。被害者のヤーラが町を代表する新体操のホープだったことから住民は皆協力的。最終的に1万8000人以上の人々が集まったんです。しかしその中に該当者はいませんでした。そこで警察は次に呼びかけに応じなかった住民の DNA の採取に行きました。でも普通に考えて犯人が自分から DNA 差し出すことなんてないよね。バカだねそれ。バカ。そういうことなんですよ。これね協力したやつらではないこっち側の中にね現れるんです。その該当者の名はダミアーノという男性。しかし彼の DNA は完全に一致したわけではなかったんです。これが今回の捜査の大きなポイントになります。 DNA 鑑定というものは精度が凄まじく、ある人間の DNA が別人と一致する確率は4兆7億分の1。地球の人口はそんなにいないので、基本的に DNA が完全に一致するイコール本人と特定できるわけなんです。その一方で血縁関係のある人物の場合、完全には一致しないものの非常に似ているという状態になるわけなんです。つまりこの捜査で見つけたダミアーノという人物は犯人ではないが犯人の血縁者であるということなんです。じゃあもうこれ犯人分かったようなもんじゃない。ダミアーノの親戚とか血縁関係の人を一人ずつ調べればいいわけでしょ。そうなんですよ。その通りで、警察はねローラー作戦で、潰していったんですよね、これ。その結果たどり着いた犯人が冒頭でお伝えしたジュゼッペ・グエリノーニだったんです。しかしこの人物は10年以上前に亡くなっていたんです。これ犯人は幽霊です。これはお前土地狂ったから頭。でも実はこのジュゼッペも厳密には DNA が完全に一致しているわけではなかったんです。そこで今度はこのジュゼッペと血縁関係にある人をしらみつぶしに鑑定していきます。ところがやはり完全一致する人物は現れなかったんです。これってどういうこと？もうやっぱ幽霊が真犯人じゃない。これ絶対幽霊じゃない。引っ張るね。引っ張りますね。当時最も強力な捜査方法であった DNA 鑑定が通用せず、警察は途方に暮れたんです。そんな時颯爽と登場したあるイタリア屈指の名探偵が奇跡を起こしたんです。名探偵の逆襲。DNA 鑑定に限界を感じた警察は地道な捜索にシフトするんです。すでに亡くなった人物とはいえジュゼッペは現状最も犯人に近い人物。そこで警察は彼がどんな人物だったか、どんな人間関係を持っていたのか、何かトラブルは抱えていなかったかなど、そういった基本的な情報を集め始めたんです。そしてそのため警察は事件が起きた町ブレンバーテで熱心な聞き込み調査を連日行いました。しかしこの捜査は実を結ばなかったんです。その原因は住民の人間性にあったんです。舞台となった町ブレンバーテは人口7000人前後の小さな町。日本の田舎でもそうなんですが、そういった町では住民同士の結束が強く、よそ者に簡単に口を割ることはないんです。ここに来てこの難事件は住民とのコミュニケーションが課題となってしまったんです。そんな時警察に救世主が現れたんです。
彼の名前はモチェリーノ。現場一筋30年のベテラン刑事なんです。モチェリーノは自ら志願し、聞き込み捜査の一員となりました。実は彼はこの町の住民と古くから付き合いがあったため、他の捜査官より適任であると考えられたんです。そして彼はそこから他の新米捜査官ならまずやらない方法で捜査を始めたんです。モチェリーノが最初にやったことは住民との交友。いきなり事件の核心をつこうとするようなコミュニケーションは取らず、じっくり彼らとの親睦を深めていったんです。そしてその作戦は大成功。捜査開始から数ヶ月、モチェリーノはすっかり住民の心を掴んでいました。モチェリーノかっこいいわね。名前もかっこいいけど、モチェリーノかっこいいわね。名前はそんなかっこよくないでしょ。かっこいいじゃない。モチェリーノよ。そしてここからようやく事件は解決に向かっていくんですが、きっかけはある人物との出会いだったんです。それは事件発生から約3年半後の2014年6月のことでした。この日もモチェリーノは街に繰り出し、住民との交友を図っていました。するとあるおばあさんが目に留まったんです。それは彼女がひどく元気がなかったからなんです。住民に聞いてみると、もともとは明るい人物だったのに、この殺人事件以来めっきり元気を失ったというんです。彼女の名前はエステル・アルズフィー。モチェリーノの長年の勘が告げます。これは何かあるぞと。彼はエステルの調査を開始。そこで彼女には夫と3人の子供がいることが判明。これちょっと分かっちゃったかも。これエステルの身内の中に誰か犯人がいて、罪悪感でエステル元気なくて苦しんじゃってんじゃないの。そういうこと。まあ闇っ子さんにしてはまあな推理ですかね。まあでも偉いの復活かなちょっと。まあそうなると一個疑問が浮かぶんですけど、皆さんならもうお分かりだと思うんですけどね、エステルの家族の中に犯人がいるっていうのはおかしいと思いませんか？先ほど DNA 鑑定でジュゼッペという人物が非常に犯人に近かったという話をしました。ということはまだ見つけることはできていないものの、真犯人は確実にジュゼッペの血縁者なわけなんです。そしてそのことが判明した際に、彼の血縁関係はしらみつぶしに探しています。つまりエステルの家族の中に犯人がいるのであれば、エステル家はジュゼッペと血縁関係にあるはずであり、そんな人物はとっくに捜査し終えて逮捕しているはずなんです。エステル家が捜査されていないのは、ジュゼッペとエステルに血縁関係があるという情報がなかったからなんです。そしてそのことはもちろん名探偵のモチェリーノは気づいています。ならばなぜ彼はエステル家に目を向けたのか。それは他の警察が見落としていたある可能性に気づいたからなんです。気になるわよ。早く言ってよ。ここまででね、実はね、もう情報は全部揃っているんです。もう解けるんですよ、これ実は。視聴者の皆さんも考えてください。コメント欄に書いてみてください。ポイントは、犯人はジュゼッペの血縁者であるにもかかわらず、なぜ DNA 鑑定の網から漏れてしまったのかということなんですよね。モチェリーノは署に戻り、あるものを調べ始めました。それは初期捜査で行った DNA 鑑定の記録。実はそこにエステルのものもあったんです。しかしこの時点では彼女の DNA はちゃんと鑑定されてはいませんでした。なぜなら捜査の最初の段階で犯人の DNA は男性のものであるということが判明していたからなんです。そのため女性の DNA は記録するのみで鑑定はしなかったんです。その結果、警察は事件解決につながる非常に重要な手がかりを今まで逃していたんです。モチェリーノの要求を受けて警察はエステルの DNA 鑑定をします。そこで驚きの事実が判明するんです。なんとエステルと真犯人は親子関係にあったんです。これどういうこと？エステルの3人の子供のうちの誰かが犯人ってこと？そういうことなんですよね。でもそれさっきないって言ってなかった？そうなんですけど、これ結構難しいんで、ここからちょっと詳しく見ていきましょう。事件解決。全てを解明した警察はエステルの夫ジョバンニを呼び出します。それは非常に残酷な事実を彼に伝えなくてはならないからなんです。警察は語り始めます。今回のヤーラ殺人事件の犯人はあなたの長男のマッシモです。エステルとジョバンニの3人の子供の DNA 鑑定を行った結果、犯人の DNA とマッシモの DNA が完全に一致。ここでこの事件は解決となったんです。ですが、なぜ今までこの真犯人にたどり着けなかったのか。真犯人であるということは、マッシモは最初に疑われたジュゼッペと血縁関係にあったわけなんです。当時しらみつぶしに鑑定したので、血縁関係ならばマッシモもそれどころか彼の家族全員が対象になっていたはずなんです。ではなぜそうならなかったのか。それはマッシモがジュゼッペとエステルの隠し子だったからなんです。そういうことね。そうなんです。マッシモはね、隠し子だったため、ジュゼッペの子供ではなくてジョバンニの子供として認識されていたんです。なので最初の DNA 鑑定では対象にならなかったんです。ジョバンニとね、ジュゼッペはね、赤の他人ですからね。
ジュゼッペは生前バスの運転手として働いていました。彼は女癖が悪く、乗客に手当たり次第声をかけてはデートに誘っていたといいます。そして陽気で明るい彼はそんなナンパをしょっちゅう成功させていたんです。そんな彼の毒牙にかかったうちの一人がエステル。彼女は妊娠までしてしまい、後にマッシモ、そしてマッシモの双子であるラウラを出産します。しかし実は自分の子ではないということを父ジョバンニは知らなかったんです。そのため真犯人の発覚は自分の子供が殺人を犯したということと、自分の子供が実は自分の子供ではなかったという非常に残酷な2つの真実を一度に知る機会となってしまったんです。またマッシモの殺害動機はいたずら目的で誘拐したところ抵抗されたためというものだったんです。そのあまりの悪辣さに彼は終身刑となり、現在も牢獄の中にいるんです。そして最後にこの事件はもう一つの衝撃の事実を明らかにしました。マッシモとラウラは双子だったため、どちらもジョバンニではなくジュゼッペの子供だったわけなんですが、末っ子のファビオ、実は彼もジョバンニの子供ではなかったんです。いやもう最悪やん。これは真犯人を探す過程で彼らを皆 DNA 鑑定した際に不幸にも判明してしまったんです。いや結構余計なお世話。3人の子宝に恵まれ幸せだと思っていたジョバンニだったんですが、実はその3人全員が自分の子供ではなかったというわけなんです。これは泣く。俺なら泣く。ですがその後彼は73歳までこの世を去るまでの1年半エステルと共に暮らし続けたといいます。 DNA 鑑定という強力な捜査のツールは強力であるがゆえに視野を狭め、隠し子という意外な可能性に目を向ける機会を奪っていたんです。苦難を打破するには名探偵モチェリーノのように Think out of the box、 箱の外を考える柔軟性が必要だったというわけなんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。